不動産屋さんの怪談です。今回は不動産会社で管理部門に30年以上従事している男性の方からいただいた不動産屋ならではのゾッとするお話です。その方を仮に中村さんとしておきます。それは今から20年ぐらい前に中村さんがビル管理の部門の責任者をしていた時のことでした。その管理物件の一つに東京都心にある5階建ての賃貸マンションがあったそうです。1階がエントランスと警備室などで、主に2階から4階までが 1LDK の単身者向けの居住用として貸し出していました。最上階の5階ですが、当初はそのマンションビルのオーナーが自宅として全フロアを使用していましたが、途中でその一部分を改装し、独立した 1LDK の部屋を作り、502号室としてそこも賃貸用に貸し出すことにしたそうです。中村さんは主に設備管理のメンテナンスを統括していたそうで、賃貸契約やそれに伴うテナントの契約違反などの問題は部下に任せ、彼らが処理できないトラブルのみサポートに入っていたということでした。さて、そんなある春先のことでした。中村さんはそのビルのテナントの一人が昨年末から家賃滞納しているという報告を初めて受けました。その家賃滞納をしたのは5階の独立した 1LDK の502号室のテナントでした。当時は家賃保証会社の家賃保証が一般的ではなかった上、その居住者の勤め先との法人契約でした。もし契約内容を確認していれば、勤め先の会社に連絡できたのですが、ただただ家賃の催促の手紙だけをその502号室に送り続けていたそうです。呆れた中村さんは事態をすぐに上司に報告するとともに、部下に至急対処するようにときつく叱責しました。そして間もなくのことでした。その家賃滞納をしている502号室のちょうど真下の4階の402号室から苦情が来たそうです。その部屋には独身の女性が住んでいたのですが、彼女の部屋に見たこともないような大きなハエがしょっちゅう舞い込んでくるというものでした。さすがにその苦情は建物本体に関連しますから、営業側の部下では対処できず、中村さんが直接その4階の部屋を確認しに行きました。すると4階の部屋の女性が、キッチンの換気扇などの通気口から入ってきたのではと言ってそのハエの死骸を見せてくれたそうです。中村さんはそのハエの大きさにぎょっとしました。東京では見ることがまずないような巨大なハエで、近所の公園、飲食店や生ゴミ集積所から発生したとは到底思えませんでした。おそらくビルの内部のどこかから湧いたハエの可能性が大きかったので、ビル内の通路やゴミ置き場などありとあらゆる可能性がある場所を確認したそうです。でもどこにも異常がなく、ゴミも放置されていませんでした。そこで一応5階に住むビルのオーナーを訪ねて事の次第を説明し、異常がないか聞いたところ、何もおかしなことはないという返答でした。ただその時中村さんは、何かビル内部の空気が通常とは違うかすかな違和感があると思ったそうです。そして本社に戻ると、中村さんはふと気になりました。すぐ部下に、ところであの502号室の滞納の件は解決したかと聞くと、まだ解決していませんという返事で、中村さんはピンときました。部下は中村さんが何を予見しているか分かったようで、かなりビビっていたそうですが、中村さんからすぐに部屋を開けて確認してこいと指示され、部下は慌てて現地に行きました。そして502号室の部屋を鍵で開け、祈るような気持ちで玄関ドアを恐る恐る開けていきました。すると開けた瞬間、強烈な悪臭がどっと押し寄せてきました。それは嗅いだことのない凄まじい悪臭だったそうです。部下は鼻と手を思わず手で押さえながら部屋の中を覗くと、どうやら暖房がつけっぱなしでむっとした熱気に包まれており、テレビの音も聞こえてきました。
部下はこれはやばいことになったと最悪の状況を理解しました。そこで中に入る前に警察に通報し、警官らが到着してから一緒に部屋の中に入ったそうです。するとそこには居住者のベッドがあり、おそらくそのベッドの上で亡くなったようで、そこにはどす黒いドロドロの人型の体液だけが残っていました。そのマンションは当時としては密閉性が高く、そのために異臭が漏れることがなかったので、誰も気がつきませんでした。でも中村さんが下の女性の部屋を訪ねた時に感じた違和感は気のせいではなかったということです。さて、話はこれからです。その後502号室は特殊清掃及びお祓いを済ませ、リフォームをしてまた賃貸の募集をしたところ、1年後に風俗に勤める A 子さんが入居してくれたそうで、中村さんもオーナーも安堵しました。そして A 子さんが502号室に住み出していくらも経たない頃でした。彼女からおかしな苦情を受けることになりました。それは夏にエアコンをつけてもいつの間にか暖房になっている。部屋の窓を閉め切っているのになぜかハエや虫が入ってくる。などというものでした。そこで設備の苦情なのでまた中村さんが対処することになり、502号室を訪ねたそうです。502号室の A 子さんは中村さんに会った途端、この部屋貸し物件なんじゃないですかと言ってきたそうです。A 子さんは何回も営業担当者に同じことを聞いたのですが、のらりくらりとまともな答えをもらえなかったと不満げに話していました。そして A 子さんは自分は霊感があると前置きをして、私の夢にこの部屋で亡くなった前の借り主が何度も現れるんですと話したそうです。でも中村さんはそれは彼女の想像の夢で、その時は半信半疑でした。そしてまずエアコンを点検すると、リフォーム時に新品に交換してあり、操作も異常は見られませんでした。ハエの件もキッチンや浴室の換気扇を外して清掃及び消毒をして虫の死骸がないことを確認しました。するとその点検中に突然 A 子さんは自分が見る前の居住者の夢の話をしだし、それはこんな内容でした。夢の中でも部屋の温度が異常に暑く、 A 子さんはベッドに寝ていました。するとおかしな気配を感じて隣を見ると、自分の横に誰かが寝ていたそうです。誰と思うと、その横に寝ているものはものすごい数のハエの群れが人の形になっていたものでした。それはまるでフランシュタインにたくさんのハエが群がって頭の先から足の先まで埋め尽くしているかのようでした。A 子さんがぞっとして飛び起きようとすると、窓の外のバルコニーにも誰かが立っていました。それは黒い人影でこちらを見下ろしているのが分かったそうです。A 子さんはあまりの恐怖に玄関まで走り、部屋から逃げようとしたのですが、ドアが開かないのです。逃げたくても逃げられず悲鳴を上げる、そういう夢を何回も見るということでした。そして一番最近に見た夢では、その人の形をしたハエの群れがむっくりと起き上がり、A 子さんの方に顔を向けて、この部屋はダメだ。あなたも食われるぞ。逃げなさい。と話しかけてきたそうです。その話を聞いて中村さんは背筋に冷たいものが走りました。それは確かに彼女のただの夢ですが、現実と夢の境のように聞こえ、中村さんはなぜか実際に起きていることだと感じました。なぜなら中村さんはこの部屋の点検中、ずっと空気が重く感じ、空間に存在する流れ、つまり風水などでいう気の流れにかなりの違和感があり、みぞおちのあたりの圧迫感でずっと苦しかったそうです。これは何かあると直感的に思い、
中村さんは知人のいわゆる払える霊能者にすぐ相談しなくてはと思いました。そこで近く霊能者を連れてまた来ますと A 子さんに約束して502号室を出たそうです。すると玄関を出た目の前の通路に大きなハエの死骸が一匹あるのに気がつきました。そこで中村さんはそれをそっと紙に包み1階の警備室に保管し、霊能者を連れてくるときに見せることにしました。中村さんは帰宅後早速知人の霊能者 N さんに連絡すると N さんはすぐに何かを感じ取ったようで中村さんにすぐ私のところに来なさいと真剣なトーンで言いました。これはかなりまずい事態だと察した中村さんは即霊能者 N さんの家に行ったそうです。すると N さんは何かを唱えながら中村さんに塩を振りかけ日本酒をいきなり飲ませて中村さんに取り付いたものを払い清めたということでした。そして取りつかれていたことに驚いた中村さんが落ち着きを取り戻すと502号室の昨年の前居住者の滞納から孤独死新居住者 A 子さんの体験談一連の出来事を全て説明したそうです。すると霊能者の N さんはその502号室の前居住者が孤独死する以前は誰にも貸し出していなかったと言い当てました。確かに賃貸に供する前はオーナーが502号室をしばらく使用していたのです。そして霊能者曰くその502号室は以前はオーナーのご両親が住まわれていてその後は物置として使用していたのではということでした。ただ霊能者の N さん曰くそれらのことは今回の怪現象とは関係がなく原因はやはりそのビルが建っている土地にあるということでした。そのマンションビルの敷地の近隣には大きな公園と墓地がありその辺一帯から悪しき者がマンションの建物に集まってきていたという見解でした。つまり外見上は普通に見えてもそのエリアは異道ということでした。すると霊能者はその502号室の前居住者が孤独死した後に本当にお祓いをちゃんと済ませましたかと真剣な面持ちで聞いてきました。中村さんはハッとしていい加減な対応ばかりする会社だったのでまさかと思い社長に確認しました。すると案の定特殊清掃でかなりの出費があったためお祓いはケチってしなかったということで社員たちにはお祓いは済ませたと嘘を言っていたのでした。中村さんは呆れましたが社長に今まであったことと現在の502号室のテナントさんの苦情内容とさらに体調不良の通院費敷金全額返却および有料物件紹介と転居費用の負担を要求している旨を説明したそうです。会社の評判を気にした社長はそれらの交渉を中村さんに一任し結局ほぼ全てを支払うことで解決したということでした。その中で霊能者 N さんの勧めで A 子さんはお寺でお経を唱えてもらいお祓いをしてもらったそうです。その後 A 子さんは紹介した転居先に移り全て一件落着しました。でもそのマンションの502号室は依然としてあるわけですがその後は使用不可の部屋になってしまったそうです。そしてそれからです。そのマンションビルのオーナーにも災いが降りかかってきました。まずオーナーの家族が事故に遭いさらにオーナーの手掛ける事業が失敗し不運が重なった結果土地ごとマンションビルは売却することになりました。それを聞いて中村さんはその土地柄のことが気になりオーナーに聞こうとしました。でも霊能者の N さんが深刻にこれ以上関わらない方がいいこの物件のことは忘れないと寄ってくるよと言われ中村さんは即深入りするのはやめたそうです。それからそのマンションは正式に市場で売り出され中村さんの管理部門とは縁が切れたのですが売却までの間も他の会で辞や不審死などが起きていたということでした。
今回場所は伏せて話させてもらいましたが、私もよく知っている場所です。ただそのマンションがどれだかは特定できませんでしたが、あの辺周辺で取り壊されたビルはないので、いまだにマンションは存在し、誰かが住んでいると思います。恐ろしい限りですね。不動産屋さんの怪談です。今回は私の知り合いの不動産屋の男性の方が数年前に体験したお話です。その方は四国地方で不動産業に従事している方で、仮に佐藤さんとお呼びします。当時佐藤さんの預かっていた案件の中に古い2階建ての一軒家があったそうです。その一軒家には所有者の老夫婦が長いこと住んでいたのですが、2人だけでは広すぎて維持していくのも難しいということで、売却して老人ホームに移るか小さい家に引っ越すつもりでいるということでした。その老夫婦はすでに賃貸で別の場所に移っていたので、その家は空き家の状態でした。家は確かに古いのですが、お庭も広く、1階に今キッチンお風呂場、2階が12畳の部屋と6畳6畳の2部屋があり、使いやすい間取りでした。そこで佐藤さんは何回か興味のあるお客さんを案内したのですが、なかなか決まりませんでした。古いということを除けば特段問題もなく、お手頃な価格帯だったのですが、なぜかいつまでたっても買い手がつかなかったそうです。そんなある日、ついに購入の申し込みが入りました。その買い手さんは中国人夫婦で、数日後正式に売買契約を交わすことができました。すると契約後にその買い手夫婦から、家具の大きさを決めるため部屋を測らせてほしいのですが、もう一度中に入らせてもらえませんかと頼まれました。契約後でも決済までは所有権は売り手にあるので、買い手が勝手に中に入ることはできないのです。そこで分かりましたということで、佐藤さんは再度日取りを決めて、買い手夫婦をその家に案内することとなりました。さて、その案内当日です。佐藤さんは買い手の中国人夫婦が来る30分ほど前に物件に到着したそうです。そして窓を開けるなどの準備をするため中に入りました。すると佐藤さんはふと毒ダミのような匂いがしていることに気がつきました。今まで一度も感じたことがなかったので、春先ですから庭に毒ダミが生えてそれが匂っているのかなと軽く思ったそうです。そして早速佐藤さんは部屋の中の空気の入れ替えと日の光を入れるため、窓やカーテンを開けに行きました。そして佐藤さんは2階の部屋の窓も開けに行くことにしました。まず階段を上ると右側に12畳の部屋があるのですが、その部屋はもともと2部屋だったものを真ん中の壁を取り壊して1部屋にしたものでした。そして廊下を隔てた向かい側には6畳6畳の2部屋が並んでありました。そこで佐藤さんはまず12畳の広い部屋の方に入り、カーテンを開けて窓も開けて網戸にしていきました。そして部屋のドアも開けた状態にして、向かい側の6畳の2部屋にも順番で入っていき、同じようにカーテンを開けて窓も開け、網戸にしてドアも開けたままにしました。さあ、これで全部開けたから準備完了でお客さんを待つだけだと思い、佐藤さんが廊下に出て下に降りようとした時でした。佐藤さんはあれと思いました。最初に入った12畳の方の部屋のドアが閉まっていたのです。開けたはずが閉まっていたのですが、佐藤さんは風で閉まったんだなと思いました。そこで再びドアを開けると、部屋の中が見えた佐藤さんはぎょっとしたそうです。その12畳の部屋のカーテンがすべて閉まっていたのです。確かに開けたのになんでだと思いましたが、
こういうおかしなことに遭遇してもまさかと思っていますから、佐藤さんは最初自分はカーテンを開けた気になって無意識に閉めていたのかなと思ったそうです。なぜならお客さんを案内することで頭がいっぱいの時は時々考えなく体が動くので無意識に閉めてしまったのかなとそう考えました。そこで佐藤さんはまたカーテンを開けたそうです。そしてドアも開けた状態に戻してさあ下に降りようと思った時です。今度は向かいの階段に近い6畳の部屋のドアが閉まっていたのに気がつきました。佐藤さんはあれ、このドアも開けたはずなのにどういうことだと思いましたが、また風で閉まったのかと無理くり自分に言い聞かせました。そしてドアを開けてみると6畳の部屋のカーテンも閉まっていました。さすがに佐藤さんも気味が悪くなり、直ちに隣のもう一つの6畳の部屋も確認しに行きました。するとそこもドアが閉まっていたのです。恐ろしくなって佐藤さんがすぐにドアを開けると、やはりその部屋もカーテンが閉まっていたそうです。この時ついに佐藤さんに戦慄が走り、真っ先に考えたのが、まさかこの家に自分以外の誰かがいるのかなといよいよ怖くなりました。でも間もなくお客さんが到着する頃だったので、とりあえず全ての部屋のドアだけ開けたままにして、大きい部屋の窓のカーテンだけ開けた状態で下に降りたそうです。少しして買い手の中国人夫婦が到着したので、佐藤さんは気持ちを切り替えて夫婦を中に案内しました。そして2階に上っていくと、さっき開けた通り全てのドアが開いたままなのが見えたので、佐藤さんは少しほっとしました。そこで佐藤さんが買い手夫婦を部屋に案内しようとすると、佐藤さんは再びゾッとしたそうです。すべての部屋のカーテンが開いていたのです。さっき最後に大きい部屋の窓だけカーテンを開けたままにしたのに、2階のすべてのカーテンが開いていたのです。するとそれを見た買い手夫婦は、ただ部屋の長さを測るだけなので、ここまでしなくてもよかったんですが、ありがとうございましたと言ったそうです。佐藤さんは内心ゾッとして冷や汗が出てきましたが、必死に平静を装っていました。そして買い手夫婦は15分ほどで部屋を測り終え、今日はありがとうございましたとお礼を言って帰ろうとしました。その時ふと佐藤さんはさっきから毒ダミの匂いがしていることを思い出し、夫婦に春なのか毒ダミの匂いがしますねとさりげなく確認してみたそうです。すると夫婦ははぁというような顔をして、毒ダミですか？いや何の匂いもしませんが、とわけのわからないといった様子でした。佐藤さんはこの匂いが気がつかないのは妙だなとは思いましたが、余計なことは言わずにその場で夫婦と別れ、すぐ戸締まりをして事務所に戻ったそうです。その道すがらも今あった奇妙なことをずっと考えていました。間違いなく2階のすべての部屋の窓もカーテンも開けたのに、閉まっていたのは何でなのか。風でドアが閉まってしまったのかと最初思いましたが、よく考えれば風ならバタンという音がするはずで、何の音も聞こえませんでした。ドアならまだ立て付けの具合とかで閉まる可能性もありますが、開けたカーテンが閉まっていた、それも3つの部屋で同じことが起きていたのは、不思議を通り越して怪奇現象、つまり心霊現象としか言いようがありません。売り主は老夫婦ですが、過去にこの家で忌まわしい事故が起きたとは聞いていません。強いて言えば佐藤さんがふと気になったことは2階の12畳の部屋でした。もともと2つの部屋をつなげて広い1部屋を作ったのですが、何か違和感があったそうです。ひょっとして佐藤さんが知り得ない家主には秘密があったのかもしれませんが、今となっては確認しようがありませんでした。さて佐藤さんが事務所に着くと、まだあの毒ダミの匂いがしたそうです。
おかしいなと思った佐藤さんは事務所の同僚たちに毒ダミの匂いがしないか聞いたところ、誰もそんな匂いはしないということでした。そこで佐藤さんは事務所のみんなに今日あったあの家での不思議なことをすべて話したそうです。みんな半信半疑で聞いていましたが、その話をし終わった瞬間、毒ダミの匂いがスーッと消えたそうです。それはまるで佐藤さんについていたものが離れていったかのようでした。心霊体験はたくさんの人に話して共有すると、その霊によっては供養になるというようなことを聞いたことがあります。ひょっとしてあの家には霊がいて、自分の存在を知らせるためにおかしな現象を引き起こしていたのか、毒ダミの匂いはその霊の匂いだったのか、それは分かりません。結局無事決済も終わり、買い手の中国人夫婦はあの家に引っ越したのですが、その後何かおかしなことがあったとは聞いていないということでした。不動産屋さんの怪談です。人が集まるところに怪奇現象も起こりやすいですが、意外と百貨店の建物でもいろいろ不思議な話を聞くことがあります。さて、これは今から数十年前のとある地方都市の有名百貨店で起きた話です。その百貨店を仮に A デパートとしておきます。百貨店にありがちですが、 A デパートは江戸時代の呉服屋が原点で、歴史を感じさせる古い建物だったそうです。これはその A デパートの4階の紳士服売り場に勤めていた仮名ですが岡村さんという女性の方が体験したお話です。その A デパートのフロアですが、両側に1台ずつのエレベーターがありました。フロアの真ん中にエスカレーターがあり、それを挟んで南側の半分だけ改築されて近代的なおしゃれな内装になっていたそうです。そしてその残りの北側半分は昭和の初めの古い建物のままで、北側にあるエレベーターもその古い設備のままでした。A デパートの1階の南側は映画館だったのですが、時代の流れで改築後はブランド物やアクセサリーの売り場に変わったそうです。それは岡村さんがちょうど4階の紳士服売り場の責任者になったばかりの頃でした。その日はシフトの早番だったそうで、朝の8時半に出勤したそうです。まず接客の声掛けの練習、それからミーティング、そしてフロア長からスケジュールを受け取り、それぞれの売り場に分かれて開店に備えていました。その朝は岡村さんは開店の際に1階の店頭でいらっしゃいませの号令をかける当番だったそうです。その当番では途中同じ4階の北側の警備室によって夏季点検簿を受け取り、1階のインフォメーションに持っていかなくてはなりませんでした。ですから岡村さんはデパートの北側の古い建物の部分に行く必要がありました。実は岡村さんは新人の頃からなぜかこの北側の古い建物の部分に行くのが苦手でした。ただ古く陰気な雰囲気がしたからではなく、そこから突然空気感が変わり違和感があったということでした。しぶしぶ岡村さんは北側の警備室に早歩きで行き、点検簿を受け取ると逃げるように4階の北側にある古い設備のエレベーターに駆け込み、そして1階まで降りることにしました。エレベーターに一人で乗り込むと、毎回のことですがきしむ音を立てながら鉄格子のドアが閉まりました。岡村さんは旧式の使い込まれた丸いボタンの1階を押したそうです。そしてゆっくりとエレベーターが動き出しました。するとグーンというモーターの妙な音がすると、突然ガタガタンと右に大きく揺れたそうです。何事と岡村さんが慌てたと同時にエレベーターの内部の天井が
岡村さんの体を押しつぶしに来たかのように空圧で迫ってきました。それはまるで潜水艇が水圧に押しつぶされていくような、あるいはスクラップで潰される車の中にいるような感覚だったそうです。焦った岡村さんはとっさに緊急用の赤いボタンを連打すると、エレベーターは3階でストンと止まり、ドアがきしみながら開きました。岡村さんは即エレベーターから転がるように脱出したそうです。恐怖で髪は乱れ、ヒールが脱げそうでした。一体何が起きたのと思い、すぐエレベーターを振り返ってみたそうです。するとそこにはぽっかりと扉が開いただけのいつものエレベーターがありました。岡村さんは今あったことが信じられませんでした。呆然と点検棒を握りしめ、エレベーターのすぐ脇にあるコンクリートの階段の手すりにつかまりながら急いで降りていきました。そして1階にたどり着くと、そこには同期のエレベーターガールの友人がいたそうです。岡村さんのひどく慌てた様子を見て、友人は岡村さんどうしたのと声をかけてきました。そこで岡村さんは友人に今エレベーターであったことを話したそうです。するとエレベーターガールの友人は顔色を変えました。そして岡村さん、同じようなことここの清掃員のおばちゃんも体験してるのよ。それでその時騒ぎになったのよねと教えてくれました。そして当然エレベーターの点検も念入りにされたのですが、どこも異常がなかったのでうやむやになったということでした。さすがに岡村さんはぞっとしたそうです。その後、開店の声掛けも済んで、お客さんたちが続々と店内に入っていきました。岡村さんは北側に戻るのが怖く、南側のエレベーターで持ち場の4階に戻ったそうです。さて、その日の休憩時間に岡村さんは従業員食堂でコーヒーを飲んでいました。すると、そこに古くからいる食堂の調理担当の年配女性 S さんがやってきて、岡村さん、朝北側のエレベーターで怖い思いしたんだってと話しかけてきました。その調理担当の S さんはデパートが戦災で焼け残った直後から働いている人で、1階に映画館、その正面に路面電車の停留所があった時代のことなど昔をよく知っていました。その S さんは先ほどのエレベーターガールの友人から朝の話を聞いたようで、岡村さんにあの北側はね、いろいろあるのよと言ってこんな話をしてくれました。それはデパートの建物の南側が改築される前の旧店舗だった時代のことでした。ある男性従業員が盗難事件で犯人と疑われて、それを苦にして4階の北側エレベーターホールのすぐ近くにある非常口から飛び降りたそうです。当時日本に上陸したばかりの有名ハンバーガーチェーン店とデパートの間にある一方通行の道路に男性の体は叩きつけられ、全身打撲で亡くなったということでした。そしてそれからでした。デパートの北側のエレベーターホールでおかしな圧迫感やエレベーターの不自然な動きが起きるようになったそうです。そしてそれと関係あるかは分かりませんが、デパートの階段の踊り場にトイレがあるのですが、その左側にある女子トイレでおかしなことが起きるようになったというのです。ある女性がトイレの鏡の前で手を洗っている時でした。その時彼女以外誰もトイレにはいなかったそうです。するとふと自分の背後に何かがいるような気配がしたので、正面の鏡を見ると、そこには背中を向けた男性が一瞬ですが映っていたのです。なぜか男子トイレではなく、この背中を向けた男性は女子トイレの鏡の中だけに現れたそうです。このほんの少し鏡に映る男性の目撃談はエレベーターの怪現象に隠れてあまり取り上げられなかったのですが、その男性は飛び降りた従業員なのではないかと S さんは言っていました。
この話を聞いてもともと北側の部分に違和感を感じていた岡村さんは、それが自分の気のせいではないと確信しました。そしてそれからは北側のエレベーターやトイレには接近しないように心がけたそうです。そしてしばらくしてからです。北側の古い部分も南側のように改築され、新しいエレベーターやエスカレーターも設置されて、若い人向けの店舗ができたそうで、古い建物の面影は全くなくなったということでした。その後、岡村さんは結婚を機に退職し、今も営業するデパートで怪奇現象があるのかはわからないのですが、他の従業員の方からも古いトイレにまつわる話は聞いているとのことです。これは補足ですが、今現在そのデパートを解体して高層マンションを建てる計画が浮上しているそうです。もしマンションが建ったら、あの北側の4階部分にあたる部屋におかしな現象が引き継がれるということなのでしょうか。不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。これは埼玉県のある町の100均であったお話です。お話をくれた方を仮に兵藤さんとお呼びしますが、今から7、8年くらい前にあった不可思議な体験談です。100均といえばもう今や誰でも利用するとても便利なお店ですよね。兵藤さんもちょっとした日常で必要なものがあると100均に探しに行きました。さて、それは春の日差しが眩しい暖かい季節でした。その日、兵藤さんは自宅からやや遠い有名な全国チェーンのスーパーマーケット内にある100円均一のお店に寄ることにしました。実はそのスーパーの入る建物の2階のフロアすべてが100均のお店でした。ですから品揃えはかなりのレベルで、大概必要な品物が手に入ったということでした。兵藤さんが街道の交差点から車で駐車場に入り、早速その建物の中に入ると、いろいろな人たちが思い思いの買い物をしていました。入り口付近の宝くじ売り場にも春の宝くじを買いに人が列を作っていたそうです。そこで兵藤さんは2階にある100均のお店に入り、目的の品物を選んでいました。店内は開店直後だったせいか、さほど混んではいなかったので、兵藤さんはスムーズに店内を動くことができ、周囲を気にせず品定めもできました。当時はまだペイペイなどの使える頃ではなかったので、会計は現金払いで列ができていました。そこで兵藤さんは目的の品物を持ってその列の最後尾に並んだそうです。そして順番を待っていると、お店の中に妙に目につく女性客が一人入ってきました。兵藤さんはその女性の姿を見て少しぎょっとしました。女性は背が高く、年の頃で20代半ば。服装は春の暖かな季節には不自然なドデラを羽織り、ロングスカートに耳当て付きのニット帽を深々とかぶっていました。そして服装が真冬の格好なのも違和感がありましたが、その足取りも不自然にふらふらとしていて、幽霊のように生気が乏しく、挙動不審だったので、兵藤さん以外の人たちの目も引いていました。すると、まるでこちらの考えが伝わったかのように、その奇妙ななりのどてらの女性は、ふらりふらりと兵藤さんの並んでいる列のところに近づいてきました。兵藤さんは、こっち来る、やだな、と一瞬思い、一緒に並んでいる初老の男性や子連れの女性を見ると、やはり同じようにそのどてらの女性を見て、ぎょっとした表情をしていました。ところがその後が気持ち悪かったそうです。最初は横入りをするつもりなのかとも思ったのですが、その女性は列に並ぶ人たちに一人一人近づいて
顔を見るとニヤニヤと薄気味悪い笑みを浮かべて通り過ぎていきました。まるで一人一人品定めをしているかのようで、そしてふらふらとだんだん兵藤さんのところに近づいてきました。自分もこの女に顔を見られてニヤニヤされるのかと兵藤さんは不愉快に思いました。そしてどてらの女性は兵藤さんの前まで来てピタッと足を止めたそうです。兵藤さんは思わぬ展開に驚いていると、突然その女性は右側に自分の顔を傾けてじっと兵藤さんを見つめながら、1000万円払うので自分を殺してくれ、そうつぶやきました。兵藤さんははーっとなり、思いもかけない言葉に今日疲れ絶句してしまいました。でもその時は女性はにやりともせず、能面のように無表情でした。するとどてらの女性はいきなり後ずさりをしてふらふらと100均の店から出て行きました。はっとすぐに我に返った兵藤さんは慌ててレジに品物を預けると、陳列をしていた100均の店員に今あったことをざっと説明したそうです。店員もこれは放置できないことだと判断し、兵藤さんと2人の店員とですぐどてらの羽織った女性を追跡しました。こんな暖かい季節に不似合いなどてらを着ていますから、女性を見失うことはありませんでした。このスーパーの建物の通路は L 字型になっており、店内の出入り口は L 字の長い方にあたるその端に2つあり、また L 字の短い部分には出入り口はなく、一番奥のところは鮮魚やお惣菜を作る厨房になっています。どてらの女性は1階のその L 字の短い方を歩いていました。そうこうするうちに知らせを受けたガードマンも駆けつけて店員たちの追跡に加わったそうです。でも女性の歩く足の速さに兵藤さんも店員たちやガードマンも少し驚きました。人混みのせいもありますが、大の男たちが追いつくことができないのです。女性はまるで何かに乗っているかのようなスピードで歩いていました。兵藤さんはその様子を見てふと何かがおかしいと感じていたそうです。そしてその女性は変わらずに厨房エリアに向かって他の買い物客をかわしながら進んでいました。すると一人の店員が「あ、閉めた。あの先には行けないぞ」と言いました。それは建物の構造上確かにそうでした。店員たちの話では、この先の厨房エリアは一般客は立ち入り禁止だということでした。そして厨房の奥は従業員待機室になるため、先には出口はなく進めないというのです。ということは、あのどてらの女性は逃げ場を失い袋のネズミだということでした。そしてみんなが追跡する中、その女性は平然として厨房の脇にあるドアから従業員待機室の中にスーッと入っていきました。その様子を兵藤さんを含む全員が目撃しました。よし、これで捕らえられるという感じで、まず店員たちとガードマンが厨房脇のそのドアから中に入りました。そして駆けつけたスーパーの店長もその後に続いて中に入っていきました。そこで兵藤さんは一部始終を見届けてやろうと思い、厨房脇のドアの隙間から中の様子を見ていました。するとその厨房の奥はなるほど従業員待機室になっているのが分かりました。それは6畳の狭い畳の部屋だったそうです。しばらくしてスーパーの店長とガードマンが首をかしげながら
奥の部屋から出てきました。そして兵藤さんと目が合うなり、従業員待機室には誰もいなかったと顔を曇らせポロッと言いました。兵藤さんは「いなかったってどういう意味だ?」とわけが分かりませんでした。奥のその部屋には人が隠れるようなところがないシンプルな6畳間で、普通の腰高の窓はなく天窓が一つあるだけだそうです。もしどてらの女性が部屋から逃げようとしたら、あの服装でその天窓によじ登ってめったに開けない固い鍵を開けて逃げるしかありませんが、天井にははしごでもなければ届きません。ましてやこんな短時間にその離れ技をやってのけることは不可能でした。つまり女性はその部屋から忽然と消え失せたということなのです。その場の全員が「そんなバカな女はどこに行ったんだ」と狐につままれたようになってしまいました。でも間違いなく奥の部屋にあのどてらの女性が入っていくのを追跡した全員が見ているのです。あまりに不可解だったので、兵藤さんは思わず人違いかと思いましたが、間違った人を追跡したとしても部屋に入ったことは確かです。つまり女性が誰であれ消えてしまったということなのです。さて、その後事件性は全くありませんでしたが、兵藤さんたちの話は一応巡回に来た警察官にも報告しておきました。その時他にもどてらの女性を目撃した百均店内の人たちが女性の様子を報告したということでした。兵藤さんは一体あの女性は何者だったのか、どこに消えてしまったのか、1000万円払うので自分を殺してというのはどういう意味だったのか、そしてどうしてたくさんいた人の中から自分にそれを聞いてきたのか、謎の多い不可解な出来事だったと言っていました。その後兵藤さんは気持ちが悪かったので、しばらくその百均には行かないようにしたということでした。こういった原因も分からず忽然と消えてしまう人がいますが、その正体は果たして生きている人間なのでしょうか。ちゃんと実体があるので、もし人間でなければ何なのでしょうね。不動産屋さんの怪談です。これは関西地方にお住まいの仮名ですがひとみさんからいただいたお話です。そのひとみさんはお母さんと2人で3階建ての家に住んでいます。1階は店舗で2階から居住スペースなのだそうです。さて、そのひとみさんの家の前にはマンションが建っています。ひとみさんの2階の部屋の窓からはそのマンションの外廊下がよく見えたそうです。それは特徴のない古いマンションでしたが、その廊下が妙に気味が悪く感じ、日頃はあまり窓を開けないようにしていました。実はひとみさんのお母さんはお店を切り盛りする傍らいたこさんもされていて、その DNA を受け継いだひとみさん自身も普通の人より霊感が強い方でした。そんなひとみさんがマンションの廊下に違和感があり、なるべく窓から見ないようにしていたということなのです。さて、これは2018年9月、覚えている方もいるかもしれませんが、台風21号が関西地方に上陸しました。そしてその台風はひとみさんの住むエリアを直撃したそうです。今までにない強風でひとみさんは自宅が壊れてしまうのではないかと思ったほどでした。すると案の定、突然家の電気が消えてしまいました。ひとみさん家族の地区は停電で夜には真っ暗になったそうです。特にひとみさんの家はオール電化だったので、さらに生活が困難になったそうです。トイレも真っ暗、お風呂も水しか出ず、
冷たい水でかろうじて体を洗う状態でした。その台風直撃の1日目の夜のことです。ひとみさんはお母さんとペットの犬とで2階のひとみさんの部屋でランタンや懐中電灯で明かりを取りながらただ静かに過ごしていました。9月とはいえまだまだ残暑が厳しい頃でエアコンがない状態はきつかったそうです。さすがに暑さには耐えきれず窓を開けて寝ることにしました。ただその窓を開けると例の真向かいの薄気味悪いマンションの廊下が丸見えでした。見たくもない不吉な外廊下なのに停電ですからそのマンションの階段も真っ暗で住人が通るだけでも黒い影が横切る感じでかなり不気味だったそうです。そうは言ってもなんとかその暑さに耐えながらひとみさんとお母さんはいつの間にか眠りにつきました。そしてしばらく経った時、ひとみさんは突然妙な夢を見ました。それは真っ暗な暗闇の中にいて、ひとみさんは恐怖で心臓が激しく鼓動しているのが分かりました。どうやら夢の中で何かから逃げているようでした。そしてその逃げる先に窓なのか出口なのかがあり、一瞬雷のようにそこから強い光が差し、その瞬間だけ辺りが見えました。それは真っ暗な暗黒の世界から色彩のある現実の見知らぬ部屋が垣間見えたそうです。ただひとみさんは分かったのです。自分は誰かに追われているのだと。走ってその誰かから必死に逃げていたのです。でも、あれ？この今走っている人は私？そう思ったそうです。その夢の中でひとみさんは自分のようで自分ではない人物になって何かに追われて逃げていたのです。そしてどこかに隠れなくては早く早く見つからないようにしないと妻や娘みたいに自分もなってしまうと自分ではない考えが浮かび、それと同時にひとみさんははっと目が覚めました。何今の夢とひとみさんは困惑しました。夢の中で見知らぬ男性になっていて恐ろしい何かから逃げていたのです。あまりにリアルで恐ろしい夢だったのですぐには起き上がることができませんでした。しばらくしてやっと落ち着いたひとみさんはトイレに行くことにしました。そしてそばに置いた懐中電灯を持って立とうとした時、ひとみさんは左腕に違和感があるのに気がつきました。そこですぐに二の腕を照らしてみると、なんと人の手形がくっきりついていたのです。それはまるで誰かが腕をがっしり掴んだような跡でした。ひとみさんとお母さんはペットの犬を挟んで寝ていたので、母親が自分の腕をつかめる位置にはなく、当然犬がつけた跡でもなく、そもそもそんなことをするわけもなく、お母さんも犬もすやすやと眠っていました。ひとみさんは怖くなり、他にも手形がないか確認しました。すると足首にも同じような手形がついていたそうです。ぞっとしたのですが、とにかく気分転換が必要なので、トイレを済ませ、あえて考えないようにして、また眠りに戻りました。するといつの間にか朝になっていたそうで、ひとみさんは少しほっとしました。でも昨夜の夢を思い出し、二の腕と足首をすぐ確認すると、やはりくっきりと手形がついていました。それはすでに青紫色になった人の手形になっていたそうです。すぐ委託をしているお母さんに相談したかったのですが、こんな停電でいろいろ無理をしている母親にこれ以上負担をかけたくなかったので黙っていました。そしてこれはただの夢だからと自分に言い聞かせていました。そうこうしていると停電2日目にひとみさんのお兄さんが早朝やってきたそうで、
この日から停電地区ではないお兄さんのマンションにひとみさんたちは犬を連れて移動し、そこで生活できるようになりました。お兄さんのマンションではシャワーのお湯も出るし、エアコンの涼しい部屋でいられるので快適でした。そんな安心感からひとみさんは昼過ぎには寝てしまい、3日目の朝を迎えたそうです。もうあの悪夢を見なかったのでほっとしていると、今度はお母さんの様子がおかしいことに気がつきました。そして霊感のあるひとみさんはピンときました。あの私の夢の人が今度は母の夢の中に入ってきたんだと分かり、そしていた子の母親に何かを伝えようとしているのではと思いました。そこでひとみさんがお母さんに聞くと、お母さんは夢を見た。自分が誰かに殺されそうで必死に逃げている夢。狭い廊下、暗闇で必死に逃げているんだけど、自分なのに自分ではない感じだった。それで暗いところにその自分は隠れている。そんな夢だったと説明してくれました。それはまさにひとみさんが見た夢と同じだったのです。そこでひとみさんはお母さんに自分の夢のすべてを話し、二の腕と足首の手形を見せたそうです。するとそれを見たお母さんは驚いただけでなく、いろいろ落ち着いたら一度その仏さんを呼び出してみようかと言いました。ひとみさんとお母さんの夢の中で二人に自分の味わった恐怖を疑似体験させて何かを訴えようとしたその殺された人の霊を高齢で呼び出そうというのです。ひとみさんは即「何言ってんの、通りすがりの浮遊霊とは今回はレベルが違うんよ。強力な音量だったらどうすんねん」と言いました。でもお母さんは何か感じるものがあったようで、確かに怖いけれど元は人間だから話を聞いてみてから悪霊か良い霊か判断すべきで、私たちのところに来たのには何か理由があると思うというのでした。でも一旦霊を体に取り込むと母親の寿命も削られてしまうことだけが心配だったので、ひとみさんは反対したそうです。そして4日目の夜をお兄さん宅で迎えました。ひとみさんは念のためお母さんに数珠を持って寝てもらいました。すると次の日5日目の朝になると、母親の手首に数珠の跡がくっきりついていたそうで、それは自身の手でぎゅっと力を入れて握った跡でした。そこでひとみさんが「この数珠の跡は何？」と聞くと、お母さんは「夢を見たよ。続きだった」と言いました。そしてその夢の内容を話してくれたそうです。それは前の夜の夢の続きで、暗闇の中体験したことのないような恐ろしい震えで逃げ回っていたそうです。逃げて逃げ切っていたのが最後の最後で何者かに捕まってしまいました。その者の顔はどんな人物かわからなかったのですが、手には斧のような大きな刃物を持っていたそうです。そしてその斧のようなものを振りかざし襲ってきたのです。それはお母さん自身を何度も刺している何者かの姿で、まるで本当に自分自身が襲われ殺されていく様子に見えたそうです。その時お母さんはさぞ怖くて憎くて怒り狂いつらかっただろうと、夢を見させている本人の気持ちが分かりました。すべてを聞いてひとみさんは、その夢の中の人はひとみさんたちに助けを求めているのが分かったそうです。実は殺されたなら本来その犯人の方の夢に出るべきだと考えますが、死の世界を少しでも知ると分かることは、この世にわずかでも未練があるとそれが邪魔して上に上がれないそうで、光が見えなくなるのだそうです。だから苦しむ霊はひとみさん親子のところに来て助けを求めてくることがあるということでした。ひとみさんはお母さんに、
これも何かの縁なのかもしれない。自宅に戻れたらその霊と対峙してみようと言いました。そしてその日の夜に自宅の地区の電気が復旧したそうです。やっと元の生活に戻れると安堵したひとみさんたちは自宅で6日目を迎えました。そして昼ごろに早速夢の中の人を呼び出す恒例を始めたそうです。まず神仏の力を借りて霊をお母さんの体に呼び入れることにしました。つまり一旦呼び出したい霊にお母さんの体を貸す行為をするそうです。そしてお母さんの口からその霊の言葉を聞くのです。するとお母さんの体に幾人かの霊が入ってきました。おそらく犯人に殺害された家族だと思われます。そしてそのうちの一人、つまりあの夢の中の人のようで、父親らしき人がその怒りをお母さんの口から話し始めたそうです。それは悲しみ、辛さ、自分一人では家族を守れなかったことへの怒りに満ちていました。殺された、殺された、みんな殺された、と叫びました。あんな奴は知らん。誰も助けてくれなかった。痛くて痛くて、苦しくて腹が立つ。心の奥からの憎しみしかない。と叫び続けました。なんで俺の家族が、娘も妻も殺された。絶対許さない。やり返してやる。憎んでやる。とわめいたそうです。ところがそんな荒々しい言葉を浴びせられたにもかかわらず、ひとみさんは気がつくと目から涙が出ていました。その瞬間ひとみさんは分かったそうです。ひとみさんの体の中にその父親の娘さんの霊が入ってしまったようでした。するとひとみさんも自分の意思とは別に、お父ちゃん、もうそんなに怒らないでよ。家族一緒にいられるよ。だからもうあっちの世界に行こうよ。暗いの嫌だよ。怖いよ、痛いよ。とひとみさんの口を通して小さな子供の言葉で言ったそうです。するとその言葉を聞いたお母さんの中の父親の霊が、すまないと急に静かに娘さんの霊に謝ったのです。そしてひとみさん親子に対しても、君たちも関係ないのに本当にすまなかったと、まるでさっきとは別人のように申し訳なさそうに何度も謝り続けました。ひとみさんは父親の霊に体を貸しているお母さんがすごく心配でしたが、ひとみさんの中に入ってきた娘さんのおかげで父親の霊とも話ができ、意思疎通ができるようになりました。そして父親の霊が言うには、ひとみさんたちが無関係なことは重々承知している。ちょうど自分たちがこの世をさまよっている時、ひとみさんとお母さんが横になって寝ているのを窓のところから見えたということでした。あのマンションの不気味な外廊下が見える窓を開けて寝ていたため、二人が霊たちに見えていたのでした。それでたまたま波長が父親の霊と会ったので、ひとみさんたちの夢の中で自分たちに起きたことを見させたと言っていたそうです。やはりひとみさんが感じたマンションの外廊下の不吉な違和感は、そこには彼らのような霊につながる何かがあったからだったのですね。するとずっとさまよい続けた父親の霊がひとみさんを介して自分の娘さんの気持ちを知ることができたため、気持ちに踏ん切りがついたというのでしょうか。その父親の霊は、本当にすまなかった。もう私らは家族で一緒にいる。君らには迷惑をかけない。さようなら。と言って帰っていこうとしました。そこで思わずひとみさんは、待ってと言って、せめてお経だけでも唱えさせてくださいと言いました。すると父親の霊は、私が迷惑をかけたのにお経まで読んでくれるのか。君たちみたいな人間もいるんだなと言ってくれたのです。ひとみさんは小さな娘さんのために
より光のあるところに行ってほしかったのだそうです。そしてお経を読んでいると、途中で消えそうな声で「ありがとう」と最後に言って、その霊はお母さんの体からスーッと消えていき、お母さんはその場に倒れてしまいました。お母さんは意識はちゃんとあり、ひとみさんはほっとしたのと、これでおそらく家族みんな一緒にあの世に行けたのではと思いました。さて、その後今に至るまで、ひとみさんもお母さんも何事もなく普通に暮らしているそうです。ただひとみさんはこの体験を思い出すと体がしんどくなったり体調不良が起きるので、あまり思い出したらいけないと思いました。実際にこういった事件があったのかどうかは最近のニュースでは聞いたことがなく、かなり古い事件だったのかもしれないということで、あまり深入りしないことにしたそうです。またひとみさん曰く、この体験談を不動産屋さんの階段に提供するとき、携帯がいきなり電源が入らなくなったり止まったり画面が真っ暗になったりしたそうで、多分この話は世間にさらすなと言っているのかもしれないと思ったということです。でもこの話を広めることで犯人が見つかってくれたらと願い投稿しましたということでした。不動産屋さんの階段です。土地建物の立地の重要性はまず自分の住居、次に職場になりますが、その次あたりに旅行などで宿泊するホテルや旅館になるかもしれません。これは若い頃に映画の照明係をしていた男性の方からいただいたお話です。その方を村井さんとお呼びしますが、今から数十年前、それは村井さんがまだ30代の頃の体験でした。当時はよく映画の撮影ロケ地で関東の古いホテルや旅館を利用することがあったそうです。ある日の午後遅く、いつものように映画撮影で村井さんは照明係として撮影場所の千葉県房総半島にある海辺のホテルに行きました。そこは映画の内容から海岸沿いのホテルということでロケ地に選ばれたようでした。ただホテルといっても名ばかりで古いくたびれた旅館という感じでした。そして撮影で使用するわけですから、ホテルの経営陣とも打ち合わせをしますが、どうやらそこは家族経営のようでした。さて、そんなことよりまだ若い下っ端の村井さんは早く照明機材を撮影現場に運んでセットしなくてはなりません。もう辺りは暗くなり、撮影開始の深夜過ぎまでに全ての準備を完了しておく必要がありました。その準備の中に若い村井さんがやらなくてはならない重要な仕事があったそうです。それは照明などの機材に使用する電源を特別に施設の主原電から確保することでした。ホテルのインフラはかなり古いものでしたので、電源を取るときは一旦全館の電気をストップしなくてはなりません。そこで撮影が始まる時間ギリギリの夜遅くに作業することになりました。辺りもとっぷり暮れた時間になり、村井さんは昼間下見をした主電源のある部屋に入りました。そこは狭い簡素な和室で、客室ではなく珍しく使用していない部屋のように見えました。でもふと村井さんは、ここはその昔女中さんたちが寝泊まりをしていた部屋だったのではないかと、そんなイメージが浮かんできたそうです。今では普通配電盤はブレーカーですが、そんな古いホテルですから、そこには主管と書かれた電源の箱がありました。中を見るとブレーカーではないので、古いナイフスイッチだったそうです。そのナイフスイッチのレバーを下げると、ホテル全館の主電源が落ちることになり、初めて電源を取る作業ができるのです。ただそうなると建物すべてが暗闇になってしまいます。村井さんは意を決してナイフスイッチのレバーを下げました。
すると明るかった館内がパッと一瞬で真っ暗闇になり、暗黒の世界になりました。そこで村井さんは素早く、今のようにマグライトがなかったので懐中電灯を口に加えました。そして手元を照らし、急いで200ボルトから電源を取る必要がありました。これはとても緊張を強いる作業で、間違うと感電死してしまうので、落ち着いてでも早く確実にしなくてはなりません。そんな暗闇の中でした。手先を動かしながらも、村井さんはふと自分の真後ろに誰かがいる気配がしたそうです。まさかと思い作業に集中するも、やっぱり誰かいると感じました。それと同時に村井さんの背筋に冷たいものが走りました。すると背後にいるその何かはスーッと村井さんに息がかかるくらいに近寄ってきたのが分かったそうです。でも電源をいちくる手を止めるわけにはいきません。冷や汗をかきながら村井さんは作業を続けると、だんだん背後にいるもののイメージが伝わってきました。それは2人で若い15か16くらいの少女たちのようでした。でも明らかに生きている人ではありません。そしてその2人はじっと村井さんの肩越しから作業を見つめているようでした。早く逃げ出したい気持ちでいっぱいの村井さんでしたが、焦って間違えば大事故になるので必死に震える手で作業を終えたそうです。そして素早くナイフスイッチのレバーを上に上げると、パッと一瞬で部屋も館内も明るくなり、それと同時に村井さんの後ろにいた霊の気配も消えていました。村井さんは安堵の深いため息をしながら、もうこんな場所はこりごりだ、撮影を終えたらさっさと帰ろうと思ったそうです。そしてその夜の撮影は無事終了し、村井さんは東京の自宅に戻りました。それからしばらくは村井さんは他の撮影の仕事に忙しく、千葉のあのホテルのことはすっかり忘れていました。ところがそんなある夜のこと、村井さんは不思議な夢を見たそうです。それは少し前に行ったあの千葉の房総のホテルが夢に出てきたのです。夢では少し俯瞰する感じでそのホテルの全景が見えたのですが、そこには昔の日本陸軍の将校がいました。そして夢の中ではその将校のピカピカに磨かれた半長靴がとても印象的だったそうです。村井さんは目が覚めると妙な夢を見たなぁと思いました。そしてそれから数日後、また別の映画の撮影でロケ地に行くことになりました。そこも関東でその場所での撮影はスムーズに終わり、そのままその日のうちに撮影スタッフは次のロケ地に移動することになりました。村井さんは移動中のバスの中でついうとうとと眠ってしまったそうです。そしてふと目が覚めると、そこはあの怖い体験をした例の千葉の房総のホテルでした。次のロケ地がまたこの同じホテルだったので、村井さんは勘弁してくれと思いました。さて到着後、しぶしぶ村井さんは照明のセットの準備を始めたそうです。そして一段落した時に事件が起きました。なんと映画の主演の女優が未遂を図ったのです。目の前の海に身を投げたのですが、すぐに助けられ無事でした。そんな騒ぎのせいでその日は急遽撮影は中止になり、翌日の深夜からになりました。どういうわけか村井さんは長居をしたくないホテルに足止めさせられてしまい、仕方なく館内を散策することにしました。昼間なのに古いホテルは薄暗く、
経年劣化した独特の空気感がありました。すると村井さんは受付カウンターで偶然にカラーのイラストの絵が描いてある古い印刷物を見つけました。すると村井さんはおやっと思いました。そのイラストはホテルの全景が描かれていたのですが、その中に村井さんが見た夢と同じピカピカの半長靴を履いた日本の陸軍将校も描かれていたのです。この時村井さんは、あの夢は自分がこのホテルに再び来ることになるという予知夢だったのかもしれないと思いました。後にこのホテルは戦前と戦時中、海兵陸士の将校の専用の宿泊施設だったことが分かりました。さて、その夜の撮影直前です。若い村井さんは再び照明機材の電源を取らなくてはなりませんでした。いやでもまた女中部屋に入って主電源のナイフスイッチのレバーを下に下げなくてはなりません。前回のことが頭をよぎり嫌な予感がしたのですが、やらないわけにはいかないのです。仕方なくレバーを下げると、その途端また全館が暗闇になりました。村井さんは余計なことは考えないようにしてすぐに懐中電灯を口にくわえて前回と同じ手順で電源を取る作業を始めました。すると嫌な予感は当たったようです。じわじわと暗闇の背後に再び誰かの気配がしてきたそうです。それも前回よりはるかに強い気配で、あの2人の10代の少女だとすぐ分かりました。村井さんは必死で恐怖に耐えながら危険な作業を続けていると、また背後の2人は村井さんの真後ろにぴったり近づいてきたそうです。真後ろから幽霊2人に見つめられながら村井さんは恐怖に耐えて作業し、電源を取り終えると間髪を入れずにすぐレバーを上げました。すると一瞬にして元の明るい部屋に戻り、例の気配も嘘のようになくなりました。村井さんは手に汗をぐっしょりかいていたそうです。そして落ち着いてくると、村井さんはもう二度とこのホテルでの仕事はやらないと決めたということでした。でも理由は分かりませんが、2回も間をさほど空けずに同じ場所に来たことと、あの奇妙な夢を見たことは、自分の方がこのホテルに引き寄せられているのではと感じたそうです。そして不可解なことは、このホテルを経営する家族はこの建物に住んでいるのですが、話によると日が暮れて辺りが暗くなると絶対に姿を現さないということでした。今現在はもうこのホテルは取り壊されてないそうで、村井さんはもう自分が呼ばれることはないのでほっとしていると言っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。